風邪をひいているので、ちょっと声がはっきり出せないと思いますが、久々にちょっとずっと風邪をひいていて動画が出せない。第3章、安丸義雄、日本の近代化と民衆思想第3章、与那吉の論理の系譜、丸山教を中心に、はじめに、与那吉あるいは与那織の観念は民衆が根拠する生活の渦中で生み出す解放への幻想である。近代的政治理論が根拠する民衆の解放の論理となり、民衆の解放の可能性が現実的なものにならない限り、世直し的観念は絶えず再センサーされ、解放を求めてやまない民衆の心を捉える。それは伝統的な民衆意識の中に存在し、またそこから内発的に形成される社会変革についての幻想的観念である。世直しの観念をこのように講義に介すれば、古今東西、民衆の根拠する生活が存在するところではどこでも、それは極めて多様な形態で普遍的に存在した。ヨーロッパ中世における千年王国説、中国では漢末のゴトマイ道以来のさまざまな宗教的秘密結社から太平天国を得て1920年代のいくつかの農民闘争に至るまで、日本では弥勒信仰、じゃないか、丸山教のお開き、大本教の建て替え立ち直し観念などは、すべてそうしたものである。そして右のような比較的に著名な事例の背景には、今日ではもう知る由もない無数の現象形態があったはずである。平穏な時代にはこうした観念は成熟する契機がない。しかし歴史の変革期が訪れると新しい社会を希求した民衆の中にこうした観念は急速に膨れ上がり、こうした観念の周りに次第に巨大な社会的勢力が結集してくる。そうしてこうした観念がことに重要な意味を持つのは近代社会成立期においてである。この巨大な変革期において世直し的な変革観念は、民衆の思想形成イコール主体形成の最も重要な形態となり、この観念の発展の中に民衆の思想形成イコール主体形成の特質が集中的に表現されることになる。もちろんこうした観念はそれが近代社会成立期における広範な貧しい民衆の解放への幻想である限り、長い期間にわたって歴史の舞台で主導権を握ることは難しい。一時期においてこうした観念がいかに巨大な勢力になろうと、近代資本主義社会の鋼鉄の法則性は、広範な民衆の解放の原因を押しつぶして貫徹する。その限りでは世直しの観念は敗北を運命づけられた幻想であり、近代資本主義社会の論理に対して屈服、妥協、変態、潜在化などを強制された。世直し的観念が最も反動的な観念に転生するのも例外ではなかった。右のような事情にもかかわらず、世直し的観念をめぐって広範な民衆の思想形成イコール主体形成がどのようになされたかという問題は、極めて重大な意義を持っている。というのは、こうした観念は近代社会成立期という一時代においては、近代資本主義社会の論理に敗北せざるを得ないにもかかわらず、問題は敗北の質であり、それが何を達成した敗北であり、後の歴史に何を伝統として定着したかにあるからである。ここで右のような視角に立って日本近代社会成立期の民衆思想の状況を一別しておきたい。近世中後期から明治にかけて頻発する農民一揆と打ち壊しは、しばしば世直し的方向を強く志向していた。特権商人、高利貸し、村役人などの家宅や家財の打ち壊し、帳簿借金証文類の焼却などは明らかに世直しであり、農民一揆はしばしば世直し一揆へと発展した。だがこうした民衆闘争の思想史的特質に注目するとき、私たちは次の2点を指摘せざるを得ない。第一に民衆による独自の政治権力の構想が欠如していた。日本近代社会成立期の民衆闘争は最も激化した場合でさえ、現存の政治権力を自明の前提とし、その権力に対して封建負担の軽減を求め、あるいはその権力の下で商業小売貸資本の収奪から解放されようとするものだった。最も発展した綱領を持った明治元年の会津領と越後の世直し一揆においても、私たちはそこにブルジョア民主主義的共和国の方が読み取ることができない。言うまでもなくそこでは、村や組についての最も民主主義的な原理が要求されているが、それは農民生活の中に伝統化されているそのなく共同体の民主主義を発展させたものである。だがこの伝統的な民主主義から国家権力自体の民主主義的な構想に至るためには、まだあまり深い断崖を越えねばならない。一揆関係の資料の中では民衆を直接に支配する奸悪な役人や特権商人に対する激しい憤りは民衆が一気に立ち上がる最も重要な契機となっているが、こうした役人や商人を歌舞伎校として含みながら構築されている政治権力そのものに主要な攻撃を向ける事例を見出すことは極めて稀である。
ところで第二に右の事実は、日本近代社会成立期の民衆闘争が、一般に非宗教的だったという世界史上極めて例外的な事実と深く結合しているように思われる。世界史的に見れば、近代社会成立期における民衆闘争は一般に宗教的形態をとった。ほどに闘争が激化して支配権力との全面的対決が敢行される場合には、必ず宗教闘争の形態をとったと言ってよい。ヨーロッパの民衆闘争はキリスト教の様々な異端説、神秘説、千年王国説を歴にしては考えられるものであるし、東洋では太平天国や東学党のことを想起すればよい。独自の権力形態の構想は独自の世界観に基礎づけられねばならないが、全近代社会の民衆にとっては、そうした独自の世界観は宗教的形態を取らざるを得ない。新たな信念体系が構築されなければ、民衆運動は独自の権力を構想して、持続的組織的に展開し得ない。こうした事態の歴史的意味は、封建社会におけるイデオロギーの存在形態に注目すれば明らかである。封建イデオロギーは封建的身分秩序を徳や救済に至るためのヒエラルキーだと主張し、そのことによって民衆を思想主体から排除し、信念や価値の世界を支配階級の手に独占するものだった。儒教道徳がどれほど強調されようと、それは支配者から民衆に一方的に及ぼされるものであり、民衆は儒教道徳を自覚的に担っていく責任主体ではない。そしてこのように民衆をそれ自体としては思想的に無であり、封建的身分制の中でのみ思想や価値の世界に参与できると説くことによって、現実的には徳の体現者としての支配階級の権力支配がイデオロギー的に弁証されているのであって、道徳主義と権力支配は表裏一体をなしている。民衆は現実に愚かで貧しいだけでなく、観念的にも愚かで貧しい劣等者として表彰される。こうした愚民意識からの脱却は支配階級にとって困難なだけでなく、民衆自身にとっても長くて辛い思想形成の努力の末に、やっと少しずつ達成されていくのである。こうしたイデオロギー状況の下では、個々的な農民一揆や打ち壊しが起こっても、封建権力そのものの批判には至らない。権力そのものが批判されるためには、人々の心内なる濃度性が克服され、広範な民衆が革新にあふれた存在とならなければならない。右のような事情に注目するとき、近世中後期から明治にかけての民衆思想発展の主要な動向が、勤勉、倹約、正直、高校等の通俗道徳の主張にあったことは、重要な意味を持つと考えられる。すでに述べたように、こうした通俗道徳の実践に込められた民衆のエネルギーは極めて膨大なものだったが、そのエネルギーのほとんど全てが家や村落程度の小共同体の内部の問題の解決に捧げられ、社会体制全体の問題に対して有効な力となりにくかった。社会体制全体に関わる問題は人獣、権状、権威主義などによって処理されたが、それらは近代社会成立期の複雑な社会問題に対してはあまりに無力で消極的なものだった。民衆思想のこうした特質は、荻生空や太宰春代から近世後期の重症主義者を得て、維新政権の指導者に至るマキャベリズム的、絶対主義的な解明思想の系譜と全く対照的である。この系譜は儒教の道徳主義を徹底的に崩壊させ、近代資本主義社会成立期の法則性をそれぞれの時点で可能な限りリアルに、社会科学的な方向で把握し、そこから現実的な小政策を打ち出そうとするものだった。したがってこの立場に日本近代社会成立史の主導権があり、民衆思想がそれに従属的だったのは必然的なことだった。ただ民衆思想とは時としてその通俗道徳的立場を突き詰めることによって、通俗道徳的原理を振りかざして鋭く激しい社会批判を敢行した。近代社会成立期の民衆的な立場からの社会批判はそうした性格のものだった。だがその場合、人獣、権状、権威主義などをその本質的構成要素としている民衆思想の立場から社会全体をトータルに批判できるためには、極めて大きな飛躍が必要であり、この飛躍を可能にする媒介は、近代社会成立期という歴史的段階にあっては、多くの場合宗教的形態を取る必然性を持っていたと思われる。新たな民衆的宗教が現実の封建秩序の権威に優越する関連的権威を提供し、人々の行動に世界観的根拠を与え、信念と統一性を与えるものだからである。だが日本近代社会成立期においては、既成の世界宗教たる仏教も、黒住教、金光教、天理教などの新宗教も、民衆闘争のための世界観とはならなかった。近世後期から明治にかけて農民一揆打ち壊しが頻発したが、称応すべき民衆的な世界観の発展は乏しかった。既成の秩序が激しく打破された場合にも、民衆的な独自の秩序の構想は発展せず、民衆の思想形成の伝統として定着しなかった。どうしてこのようなことになったのか。この問題は日本の民衆の思想形成イコール主体形成に深く関わっていると思われる。日本の民衆の思想形成イコール主体形成の過程や特質を明らかにする点では、従来の思想史研究はごく貧しい成果しか挙げられていないと思われる。
具体的な世界が乏しく、民衆の伝統的な世界から出発して内発的に展開する独自の思想形成を、それ自体として把握する問題意識と方法を鍛えることができなかった。私たちは決して民主思想の研究が欠如していたと言っているのではない。日本人の行為と地位を底辺から規定する伝統的意識は何よりも柳田民族学によって明らかにされ、別の角度からは丸山正夫氏の日本の思想やファシズム分析の諸論文、上島二郎氏の近代日本の精神構造などによって明らかにされた。また、農民一揆や打ち壊しの中に達成された革命的意識は、羽五郎氏が初めて具体的に捉えてみせ、戦後そうした研究は急速に進んだ。これら諸研究は、喫立する峰々として私たちの前にある。しかし、伝統的、土着的、底辺的、日常的な民主意識がどのような自己変革の過程を得て変革的な意識にまで高まるかということは示されていないし、反対にひとたび向上した変革意識がどのようにして伝統的日常世界に鬱屈するようになるのかという内面的過程も分析されていない。民主主義は伝統的世界の内部から出発しながらどのように思想形成イコール自己形成を試みたのであり、どのような可能性や矛盾や困難があったのであろうか。伝統的な世直し関連の発展を追跡することは、こうした課題に接近する有力な手がかりだと思える。以下、明治中期までの丸山教を中心に考察したいのであるが、前提としてまず伝統的な弥勒信仰について略述、次いで丸山教の直接の前提となった近世の富士講について述べ、丸山教を論じる。1、弥勒のような観念の伝統。柳田国義は鹿島信仰に基づく弥勒養が関東一円に分布することに注目。それが仏教渡来以前からの伝統的な意識に基づいていることを示した。この伝統的な弥勒信仰においては、東方海上に浄土常世の国があって、そこにはこの世を作った神々が存在。この世の民衆の悩み苦しむ生活を復興する強い力が存在していると意識されている。この東方海上の浄土からは民衆の困苦する生活を救うための財貨を乗せた弥勒の船がやってくるが、その財貨の中心は米である。関東一円に分布する弥勒養と踊りは、この弥勒の船を迎えるためのものである。柳田氏の含みの多い文体から要約は難しいが、伝統的な弥勒信仰の中核を以上のように返しておきたい。柳田氏によれば、こうした弥勒信仰は、鹿島信仰の中に存在するだけでなく、沖縄、八重山の弥勒信仰に類似、同じ意識の断片は全国的に残存。柳田氏は根の国、常世の国の観念の変遷を論じ、こうした弥勒信仰が日本人の最も元気的な意識である東方浄土観と結びついていることを示唆する。このように考えれば、民衆の貧しく苦しい生活に対応する弥勒のような観念は、日本人の最も根源的な意識に結びつけられたことになる。弥勒の世は何よりも稲作の収穫が豊穣な世界である。東方海上の浄土は、清い霊魂と生命力に満ち溢れたところであるが、このように惜しみなく分かち与えられることの最も重要な形態が稲作の豊穣である。こうした最も伝統的な弥勒信仰は様々な変異を得ながら、広範な民衆のうちに生き続けた。困苦する民衆生活と表裏をなす理想用の幻想として強い生命力を持った。16世紀における弥勒四年号の流行は、広範な民衆の間に社会変革への強い願望が広がったことを示している。慶長見聞集には、長い戦乱の後に到来した都市の繁栄を、弥勒の世イコール理想世と受け取った著名な事例が現れる。この場合にも豊かで穏飲な生活が弥勒の世とされることでは、伝統的な弥勒信仰に等しいが、金銀イコール弥勒観の発展が特徴である。これらの事例の具体的内容については、11に挙げた諸子の研究に譲りたい。ただ、室町末から桃山時代にかけての巨大な社会変革の時代に、弥勒信仰の顕著な発展が見られること、そこでは金銀イコール弥勒観の発展が注目されることの2点を指摘しておきたい。近世に入ると、若森氏や宮田氏は、各地の祝い歌などから弥勒信仰の事例を採集している。例えば、三河万歳には、弥勒10年辰の年、云々の文句があるが、この一句をもとにして、法暦9年の夏頃より、誰しだせしということもなく、来る年は10年の辰の年なり、三河万歳の歌える弥勒10年辰の年にあたれば、この年は災難を多かるべし、この難を免れには、正月のことほぎをなすにしくことなしという流言がなされたという。この事例では、法暦10年が弥勒の年だと、年限が指定されていること、弥勒の世には大きな災難が得てやってくるとされていることが重要である。後に述べる富士講の例も考慮に入れると、飢饉その他の事情で民衆生活がことに苦難に直面したような場合に、素朴な終末感が生まれて、いよいよ
何々年には弥勒の世となるという類の予言や流言が行われた。また、弥勒の世の直前には大きな災難や天変動地が起こるというのも、弥勒の世関連に一般的だった。例えば、中国地方の元旦の祝い歌の人に、弥勒出生三世の暁、うねびの政子が谷に下り、谷の政子がうねびに登りて、大盤石の祝うとなりて、君君子の五番財と差しに栄えてとあり、また大地震による天変動地のイメージと結びつけ、この世界が泥海となって弥勒になるとされたりした。柳田氏は弥勒の世という言葉について、今でも私は6つ7つの土地において、現在その後のまだ話題になっていることを経験したと述べているが、若森氏は能登地を調査して、現代においてもごく普通の日常語として用いられている興味ある事例を挙げている。2、3を記すと、借金は弥勒のシャバが来たら返す。思いのようなやつに金を貸すと弥勒のようになっても返す前から返さぬ。弥勒のようになればいらずは知らず、今そんなことがうまくいくかいというようなものである。これらの事例は現在の社会と根本的に異なる人間の様々な願望を十分に実現させうる理想用を、弥勒の世という言葉で表彰することが、民衆の日常生活の中に広く存在していたことを示している。右の引用ではごく普通の日常語として用いられているために、弥勒の世に対する渇望は強く現れていない。しかし民衆の平穏な日常性が破壊されたとき、弥勒の世関連が変革的な民衆意識の形成に重要な役割を果たすかもしれないということは、わずかの引用からでも読み取れると思う。だがこうした弥勒の世関連が農民一揆をちくわしの発展に重要な役割を果たした事例はまだ知られていない。弥勒の世という言葉が民衆闘争の資料に現れることは極めて少ないが、それらの事例にも極めて素朴な意味で民衆の変革願望を表現しているものに過ぎない。例えば、享保8年、ネアの国長瀞村の有名な湿地騒動においては、湿地を取り戻して一旦勝利した民衆が、今年こそ弥勒の年が参り候と喜び、天下祭と名付けて、日待ちをした。ここでは土地を取り戻し、その収穫を自分のものにすることが弥勒の世と観念されている。また、近世の農民一揆の中では最も激しいものとして一つとして著名な慶応2年の陸奥の国、信夫、忍伊達両軍の世直し一揆において、打ち壊しを恐れた物持ちたちが、一揆様と言って食物、酒、着物、履物などを差し出して一揆を強要したが、そのことについて一揆とも飲み物、食物はもちろん、着物までも不足なく、誠に弥勒のようなりけりとあるのも興味ある事例である。この場合には飲食物、衣類などに対するこれまで抑圧されていた欲望が思いのまま満足されることが弥勒の世なのである。嘉永6年の越後国、越郡、土地王号の世直し一揆についても、放棄した民衆が打ち壊しを恐れた豪農のものから供応される様を弥勒の世と思い驚けると述べられている。この事例では民衆の伝統意識としての弥勒の世イコール世直しの観念が人々に抑圧されていた欲求に火をつけ、人々を高等に駆り立てる上で若干の役割を果たしたのではなかろうか。以上の事例から近世の民衆の日常意識や開式のうちに存在していた弥勒の世観念について若干の一般的性格を推定しておきたい。1、弥勒の世観念、世直しの観念は、ごく素朴な形態と内容においては近世の民衆に広範に知られたものだった。例えば、じゃないかはその素朴な、しかも極めて大衆的な表出だった。弥勒の世イコール理想世は、何よりも豊作が豊穣で、金銀の豊富さが強調される場合もあるが、人間の欲望が十分に満たされる平穏で幸福な社会である。すなわちそれは、現実の生活の場では厳しく抑圧されている民衆の要求が全面的に解放されるという幻想願望である。3、漠然とした終末感を伴っている。終末感は一方では弥勒の世となる直前に大きな災難や天変動地などが起こって社会も自然もすっかり変わるという根本的変革のイメージであり、他方では、ある一定の年月に弥勒の世がやってくるという時期についての、ことに時期の切迫についてのイメージである。しかし、これまで挙げた事例では終末感はあまり発展していない。だがそれはごく日常的な事例の考察を重視したからであって、民衆の現実に対する不満が強まり、危機意識が発展すれば、こうした終末感も急速に発展するだろうと推定できる。4、右に述べた重要な特質にもかかわらず、これまで挙げた事例は思想的に極めて未熟であり、思想の名に値しない。根拠される民衆の抑圧された欲求を十分に満たしたいという本能的な願望が伝統的観念を通して表現されたものである。根拠される生活とほとんど表裏をなして存在する素朴な世直し観念は、民衆の変革的な思想形成の背景であり、
その意味では重要である。しかし、そうした背景を指摘したからといって、主体形成の過程を具体的に分析したことにならない。私たちの問題は、こうした背景からいかにして主体形成がなされるかということである。こうした背景から出発しながら、それを乗り越え、民衆の変革的な思想形成と媒介するものは何であり、どのような過程をたどるのか、それが私たちの主体である。2、富士信仰の発展。近世の富士講には伝統的なミルクの予観念を基礎としながら、新たに思想形成しようとする興味深い試みがある。そこで新たな思想形成を媒介する諸景気と思想形成の方向を近世の富士講の中に探ってみたい。以下まずミルクの予観念が終末観的危機意識のもとに発展する事情を述べ、ついてその発展を媒介する主体的契機としての通俗道徳思想について述べ、さらにこうした思想形成が社会的にどんな意味を持つか考えてみたい。1、すでに元禄年間に富士講の五世の行者、月光宗主中は、天地お仕置きの振り替わりが起こり、弥勒の御代が作ることを予言。宗中は、朝廷が弥勒の世を開いてくれることを期待し、関白この絵元のテルに、弥勒の世の到来について記したご書物を差し出したが、新法のことは何にてもご取り上げ申すること、罷免にあらず、非正にあらず、との理由で不成功に終わったという。振り返りはこの世の根本的変革を意味し、宗中はそれを天皇と結びつけ意識していた。しかし、弥勒の予観念が富士信仰の中核をなすようになったのは、職工弥勒の登場によってであった。享保13年、宗中の後を継いで六世行者となった弥勒は、翌々15年、富士山頂で宣言大菩薩にまみ、8年後にこの地で入場する決意をした。江戸に帰った弥勒は、自分の全財産を縁者や使用人に分配し、それ以後油の行商で極貧の生活を支えながら、熱狂的な布教活動を展開した。その頃弥勒は、土貝弥勒、古事記弥勒、油弥勒と別称されたという。享保16年、弥勒は江戸巣鴨中町の自宅の前に次のような考察を立てた。一時を開き午前より、3日の体、断食つか祭り、ご御礼申し上げ候。これよりしては弥勒の御を、宮山のお皆も、三名富士改ざんとおなり、改ざんとおかわり、おきまわり、これ、遊びこうもりなり、候間、万法のおみなえ、御殿へ置き、申し、お候。ここには明確に弥勒の世の到来が宣言されている。やがて弥勒は入場の時を5年早め、享保18年6月13日から富士7号5尺の烏帽子岩で31日の断食に入り入場した。弥勒が入場の予定を繰り上げたのは、享保の飢饉とそれに伴う一気打ち壊しの発展などの社会不安のようであろう。弥勒は断食入場によって宣言大菩薩と一体となり、そのことによって弥勒出世の意味と必然性を解き明かし人々に伝え、救済を実現しようとしたのである。弥勒の思想は口実のようにごく平面な日常道徳の真摯な実践を説くものだったが、今日の社会的現実は弥勒をしてそうした立場からの危機意識を燃え上がらせ、人々が根本的に行いを改めた弥勒の世を、文字通り死をとして希求させ予言させたわけである。弥勒入場の噂は江戸では瓦版で知らされ、それ以後富士講では弥勒派が優勢となった。そして弥勒の世実現の予言と希求は富士信仰の中核的意識となった。それがどのような性質のものだったかを示す2、3の例を挙げてみよう。寛政3年、幕臣長屋徳左衛門は、富士烏帽子岩に参詣し、その妻は蘇葉をして次のような願書を持って、老中松平定信に直訴させた。書きつけ恐れも申しながら、お直しに願状、立祭りに候。元禄元年、辰の6月15日、辰の辰の一点と申すに、ご藤山ご八丁様北にあて、釈迦これ勝石と申すところにおいて、男綱女綱を見つなぎ、源氏の御代を万光万年、この世あらん限り、天地のあらん限り、僕のお世を開き、五回ご極め遊び候こう無理ところ、いまだ条文に達せず候間、何とぞ弥勒の御代を見開き、遊び候様にこうむれ、に立て祭れあげ候。
弥勒のわけの五書物、小口山北口にござそうる間、五書物、飯取りさせられ、弥勒の見開きをお次、これ遊び申し上げそうれば、全無悪も愛しで、片折り片はやり等、これなく、弥勒、この身をごちぎがんと申し候間、何とぞ弥勒の身をご次ご開き下し申し上げる候様、立て祭りに申し上げる候。右の引用における弥勒の御代に対するひたむきな気球は、天明7、8年の飢饉一揆打ち壊しなどを背景としている。そのことは弥勒の御代が全無悪も愛しで、片折り、片灰ばりなど、これなくと表彰されていることからも明らかである。だが、こうして世流しを権力者に期待しているのは、長井が幕臣だったからでも、権力に迎合しようとしたからでもない。権力者に対する幻想的期待と権威崇拝は民衆思想に長い間つきまとうものであった。右の直訴事件を受け継いて、小谷三種の門人である百姓正七と町人伝重は、